皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。国会運営の効率化と議会政治の課題。国会は日本の政治の中心であり、法律の制定や政府の監視、国民の代表としての役割を担っています。しかし、現在の国会運営には様々な問題があり、効率化が求められています。特に、審議の遅れや無駄な議論、対立の激化などが指摘されており、これらの問題を解決することが、より良い議会政治の実現につながります。本校では、国会運営の効率化と、それに伴う議会政治の課題について考察します。まず、国会運営の効率化が求められる理由について説明します。国会は、日本の立法機関として重要な役割を果たしていますが、近年では審議の進行が遅れることが多く、政策決定に時間がかかるという問題があります。特に与野党の対立が深刻になると、法案の審議が進まず、国民の生活に必要な政策が実行されないこともあります。また、長時間にわたる議論が行われても、実質的な進展がない場合もあり、効率的な運営が求められています。このような問題を解決するためには、国会の制度やルールを見直し、迅速かつ的確に審議を進める仕組みを整えることが重要です。国会運営を効率化するための方法として、いくつかの対策が考えられます。まず、審議時間の適正化が必要です。現在、国会では長時間の討論が行われることが多く、時には深夜にまで及ぶこともあります。しかし、長時間の議論が必ずしも効果的であるとは限りません。むしろ、ポイントを押さえた議論を行い、無駄な時間を減らすことが重要です。そのため、各委員会での事前協議を充実させ、効率的に意見を集約する仕組みを作るべきです。また、オンライン審議の導入も有効な手段となるでしょう。特に新型コロナウイルスの影響により、リモートワークが普及した現在、国会審議にもオンライン会議のシステムを取り入れることで、移動時間の削減や迅速な意見交換が可能となります。次に、議会政治の課題について考えます。現在の国会では、与党と野党の対立が激しく、建設的な議論が難しい状況が続いています。特に、政党間の対立が深まると、政策そのものではなく、政争が中心となる場合があります。このような状況では、国民にとって本当に必要な政策が後回しにされる危険があります。例えば、予算案の審議においても、政策内容よりも政局が優先されることがあり、これが国会の非効率化につながっています。議会政治を改善するためには、与野党が冷静に議論を交わし、政策の中身を重視する姿勢が求められます。そのためには、
議員同士の対話を促進し、相互理解を深める機会を増やすことが必要です。また、国会の透明性を向上させることも重要な課題の一つです。現在、多くの国民は国会で何が議論されているのか十分に理解していません。その理由の一つとして、国会の議論が難解であり、専門用語が多いため、一般市民には分かりにくいことが挙げられます。国会の透明性を高めるためには、議論の内容を分かりやすく伝える工夫が必要です。例えば、国会の審議をより簡潔にまとめた報告書を公表したり、議論の要点を解説する動画を配信したりすることが考えられます。これにより、国民の政治参加が促進され、より健全な議会政治が実現する可能性があります。特に、専門的な分野に関する知識が不足している議員も多く、適切な政策決定が難しくなることがあります。現代社会では、経済、医療、環境問題、デジタル技術など、多岐にわたる専門的な知識が政策決定に求められています。しかし、すべての議員がこれらの分野に精通しているわけではなく、専門家の意見を十分に理解しないまま政策が決定されることもあります。例えば、デジタル技術の発展に伴い、サイバーセキュリティ対策や個人情報保護に関する法律の整備が急務となっていますが、IT に関する知識が不足している議員が多いため、適切な法律を迅速に整備することが難しくなっています。こうした問題を解決するためには、議員の研修制度を充実させることが有効です。例えば、議員が最新の政策課題について学ぶための研修プログラムを定期的に実施し、専門家による講義や討論を行うことで、議員の知識向上を図ることができます。この研修では、各分野の専門家を招き、具体的な政策課題について講義を行うほか、議員同士が意見交換をする場を設けることも重要です。また、海外の議会制度や政策決定のプロセスを学ぶために、海外研修を実施することも有益です。例えば、アメリカやドイツなどでは、議員向けの専門研修制度が整備されており、政策立案能力の向上に貢献しています。日本でもこうした制度を参考にし、研修の機会を増やすことが求められます。国会運営の効率化を進めるためには、議員の意識改革も欠かせません。現在の国会では、パフォーマンス重視の発言が目立ち、実質的な政策議論が後回しにされることがあります。特に、テレビ中継される国会審議では、議員が国民の注目を集めるために、過激な発言や批判的な態度を取ることが多く、建設的な議論が妨げられることがあります。また、議員が SNS を活用する機会が増える中で、政策の内容よりも話題性や
インパクトの強い発言が重視される傾向が強まっています。こうした状況では、実際に国民の生活を改善するための政策が十分に議論されず、国会の本来の役割が果たされなくなってしまいます。そのため、議員一人一人が責任を持ち、有意義な議論を行うことが求められます。議員は国民の代表として政策を議論する立場にあるため、自らの発言や行動が国政に与える影響を深く理解しなければなりません。例えば、国民にとって重要な法案の審議に際しては、政党の立場にとらわれず、客観的な視点から政策の是非を検討する姿勢が必要です。また、議会内での討論だけでなく、専門家や国民との対話を通じて、多様な意見を政策に反映させる努力も求められます。また、政党間の協力を促進し、共通の課題に対して協力して取り組む姿勢を持つことも重要です。現在の国会では、与党と野党の対立が激しく、政策の方向性が異なる場合、妥協点を見つけることが難しくなっています。しかし、経済対策や社会保障の改革など、国民の生活に直結する問題については、党派を超えて協力することが不可欠です。そのため、政党間で共通の認識を持ち、対話を重ねながら政策を進めることが求められます。総じて、国会運営の効率化と議会政治の課題は、日本の民主主義をより良いものにするために重要なテーマです。国会がよりスムーズに運営され、実質的な政策議論が行われることで、国民の信頼を得ることができます。そのためには、審議時間の適正化、オンライン審議の導入、議会の透明性向上、議員の資質向上、そして政党間の協力強化など、様々な取り組みが必要です。今後、これらの課題に対して積極的に対応することで、より健全な議会政治が実現し、国民の生活を支える政策が迅速に実行されることが期待されます。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。